私の初めての本を手に取ってくださって本当にありがとうございます。はい、あなたは今、全自動で願いが叶うスイッチを押してしまいました。私たちの意志も行動も全自動で願いの方向へ向かい、大きな後押しを得ながら願望が実現されていく。その仕組みをこの本ではたっぷりご紹介していきます。私たちの人生に凄まじい影響を及ぼすもの。それはこの本のメインテーマである潜在意識です。私たちの人生は私たちの意識の 95% を占める潜在意識に支配されていると言われています。まさに支配されちゃってます。気づかないうちに。人生がうまくいく人、いかない人の違いは、この潜在意識にどのような思い込みが入っているかの違いが大きいんです。私はダメだというイメージが潜在意識の中に居座っていれば、目の前に起こる現実は私はダメだを裏付ける出来事ばかりになります。それを見てまた、ああ、自分はやっぱりダメなんだと思ってしまう無限ループを私たちは無意識で繰り返しています。潜在意識の中に刻み込まれている私はダメだなどの強い思い込みが実は人生をほぼ決めてしまっていると言っても過言ではありません。だからこの潜在意識に刻み込まれている思い込みを自分の望み通りに書き換えることを何より最優先しなくてはいけません。それを楽して楽しく書き換えるのが陽子メソッド。そして使うツールは言葉です。それだけって思った方もいるかもしれません。それだけだからいいんです。潜在意識を書き換える方法は数あれど、怠け者代表としての私の目が厳選した一番簡単で一番強力なツール、それが言葉なんです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は全自動であらゆる願いが叶う方法、潜在意識がみるみる書き換わるという本をご紹介したいと思います。著者は YouTube をはじめ様々なメディアで活躍されているロサンゼルス在住の主婦で3児の母でもある陽子さん。幼少期から抱いていた無価値観、劣等感、何かが違うというはっきりとはしないが確かに横たわっている違和感を埋めようと研究と実践を重ねた結果導き出されたのが本書で紹介されている陽子メソッド。それは最も楽で無理せず願いが自動的に叶っていく方法。願いを叶えるのではなく勝手に叶ってしまうとっておきのメソッドなんです。私たちは自分の人生をいい方向に変えたいと思うとき、大抵は変われ変われと願ったり、ポジティブに前向きに頑張らなくっちゃと意気込んでみたりすると思います。ですが、このメソッドはただ人生が変わるスイッチを入れるだけ。無理やりポジティブになんかならなくたって、スイッチを入れさえすれば誰でもどんどん人生が変わっちゃうみたいなんです。その鍵は言葉と潜在意識。本チャンネルでも潜在意識へのアプローチを行う本をいくつもご紹介していますが、本書のアプローチはとてもオリジナリティがあって、潜在意識の特性をとってもわかりやすく、本当に上手に表現されているんです。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。私たちの現実を作るものの正体。私たちの現実を作るものは一体何でしょうか。思いが現実を作るという言葉を聞いたことがあるかもしれません。思いというのは波動、周波数とも言い換えられ、この波動が現実を作り出していると言われています。スピリチュアルの世界ではこれはもう常識とも言える事実ですから、きっとご存知の方も多いと思います。でも作り出される現実の中には起きてほしくないネガティブなことや想像もしていなかった出来事なども起こってきますよね。ああなりたいという自分の理想通りにはなかなか現実が反映されない
というのが実際のところではないでしょうか。自分の思い、つまり波動が現実になるはずなのに、叶ってほしいことが叶わない。なぜこんなことが起きるのでしょう。答えは潜在意識にあります。私たちには自覚できる意識の顕在意識と自覚できない意識の潜在意識という2種類の意識があります。意識全体の 95% を占め、無意識と呼ばれることもある潜在意識は、顕在意識の2万倍のパワーを持つと言われています。自覚できないのに私たちの人生に及ぼす影響が2万倍ってすごいですよね。この潜在意識は私たちの無意識の意思決定や無意識の行動まで行っています。いつも行っている場所や分かりきった動作のように何度も繰り返して潜在意識に刻まれた習慣などは最小限のエネルギーで行うことができるようになっています。無意識の中、自動操縦のように私たちを操るような仕組みになっているんです。言い換えれば潜在意識にはインプットされた情報を無意識で行動にまで反映させる力があるということです。ここに全自動で願いが叶っていく大きなヒントがあります。潜在意識の千君は純真無垢な2歳児。ここで改めて潜在意識の特徴をご紹介します。潜在意識とはこういうものだという性格みたいなものだと思ってください。現実とイメージの区別がつかない。何度も繰り返されるものに反応する。否定形が理解できない。イメージや五感が好き。他人と自分の区別がつかない。善悪の区別をしない。感情に強く反応する。トラウマの傷を繰り返す。変化を嫌う。2歳児。特徴の中に2歳児とありますが、私の中では潜在意識って赤ちゃんから少し成長したやんちゃで純真無垢な2歳児というイメージなんです。そしてどちらかというと男の子っぽい感じ。これから本書ではこの潜在意識をとても変えられない強大な存在としてではなく、特徴を知っちゃえば実はコロッと変えられる可愛い2歳男児として親しみと愛情を込め千君と呼んでいきます。潜在意識って言うとなんだか確固たるもののように思えますが、その正体は2歳児です。やだ、ちょろいかもという感覚を本書を読むうちにぜひ強く刻みつけてほしいと思います。そうなんです。無邪気な2歳児である千君の特徴を知ってうまく利用すれば、潜在意識を思い通りに書き換えることは全く難しいことではないのです。千君の働き、人生の色眼鏡を決めている。千君の働きの一つに誰もが持つ人生の色眼鏡を決めているというものがあります。人生の色眼鏡とは、千君の中に深く刻み込まれた偏った思い込みのことです。人は知らず知らずのうちに様々な偏った思い込みを持って人生を歩んでいます。例えば、自分はできる。自分は愛される存在だ。自分はダメな人間だ。自分は運がない。などなど。その思い込みはポジティブだったり、ネガティブだったり、その両方だったり、人によって千差万別です。この潜在意識に刻まれた強い思い込みが、まるで色眼鏡をかけたかのように、現実に起こる出来事をその色に染めてしまいます。本来、目の前に起こることは無色透明であり、それ自体にいい悪いはないと言われますが、私たちはそれぞれの色眼鏡で出来事を見て、色眼鏡の通りに物事をジャッジしてしまいます。同じ出来事が起こっても、赤い色眼鏡をかけている人は赤だと思い、青い色眼鏡をかけている人は青だと思います。つまり、どんな色眼鏡をかけているかによって、物事の受け止め方や反応が全く変わってしまうということなんですね。
さらに、私たちはこの一連の反応をほぼ無意識でやっていると言われています。何かの出来事が起こった瞬間、赤だとか青だと反射的に思ってしまうというわけです。反射的に自動で思ってしまうことから、この現象は自動思考と呼ばれます。ここでどんな色眼鏡かによって世界がどれほど変わるのかについてわかりやすい例をご紹介します。少し離れたところに知り合いの女性たちが登場しました。こちらをちらちら見ながら何か話をしています。もしも自分は愛されていないという色眼鏡をかけている女性の場合、瞬間的に、あれ？私もしかして嫌われてる？どうしよう？何か悪いことしたかな？と一気に不安が押し寄せてしまいます。同じ状況で自分は愛されているという色眼鏡をかけた女性がいたとしたら、こんな反応になります。あら、私のこと見てる。今日の服買ったばかりなの、もう気づいちゃった。と微笑み、自分から、こんにちはと明るく挨拶するかもしれません。かけている色眼鏡によって、受け止め方、湧いてくる感情、行動が全く違いますよね。こうしたことを一瞬のうちに自動的に行ってしまうんです。これが千君の力です。ちなみに千君には全く悪気はありません。その思い込みが強いんだね。じゃあ、色眼鏡にしていっぱい味合わせてあげる。といった感じです。潜在意識は善悪の判断をしないので、とにかく思いが強い方を勝手に色眼鏡にしてしまうんです。成功法則は多いのに、成功者が少ない理由。自分の願いを叶えたいなと思ったとき、それは潜在意識が願っていることなんですね。例えば、お金持ちになりたいなと思ったら、それは 5% の潜在意識で思っていることになります。しかし、意識の 95% を占める潜在意識の千君がお金持ちになるのは無理と思っていたらどうなるでしょうか。これまでの説明で大体予想はつくと思います。いくら潜在意識でお金持ちになりたいと願ったところで、所詮は 5% の力。95% の力を誇る千君の中に、お金持ちになるのは無理という強い思い込みの色眼鏡があったら、現れるのはお金持ちではない現実ですよね。次に、この潜在意識と潜在意識の関係を人間と馬の関係で見てみましょう。5% の潜在意識が人間、95% の潜在意識が馬です。お互いに正反対の方向に引っ張り合っていますが、人間が馬の力にかなうわけがなく、人間はこんなに願っているのになんで叶わないんだろうと苦しみながら引っ張り続けるという構図です。千君の中に刻まれたお金持ちになるのは無理という色眼鏡をそのままにして、潜在意識の気合だけでお金持ちになろうとしても、ものすごく難しいことがお分かりでしょうか。下手をすると引きずり回されてボロボロにされそうですね。世の中に成功法則に関する本や情報がたくさん溢れていても、成功できる人が一握りしかいないのは、この潜在意識と潜在意識が逆を向いていることが原因の多くを占めているからかもしれません。では逆に、5% の潜在意識と 95% の千君が同じ方向を向いていたとしたらどうなるでしょうか。お金持ちになりたいという潜在意識の願いが千君のパワーを借りてすごい勢いで現実化されていくはずです。この本で私が一番言いたいのはここなんです。5% の潜在意識だけで頑張るのをやめて、先に95% の千君の思い込みの色眼鏡を変えた方がずっと楽に願いを叶えることができる。だから思い込みを先に変えようということです。千君の色眼鏡を変えるのに使うのは言葉です。言葉で千君の色眼鏡を変えることで自動的に何もかもが変わっていく。これがこの本で一番伝えたいことです。もし千君の仕組みがややこしくて理解できないという方がいても、
ここだけを覚えておいていただけたら OK。言葉で色眼鏡を変えれば、勝手に自動的に願いが叶っていくのです。たった一言で現実が変わる言葉の力。さて、では本格的なメソッドに入る前の下準備に入ります。毎日何気なく使っている言葉がいかにパワフルであるか、人生すら変えてしまう力があることを説明していきます。ここでしっかりと腑に落としておきましょう。マザー・テレサによる次の有名な言葉があります。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。つまり、思考が運命になる。あなたの思い描いたことが現実化するということです。これはまさに引き寄せの法則とも同じロジックです。しかし、そうは言っても、思考をコントロールするのは難しいこともありますよね。人は1日約6万回も思考しており、そのほとんどが無意識だと言われています。色眼鏡の自動思考を思い出してください。例えば、私は愛されてないという色眼鏡があった場合、何かあった時、反射的に、私は愛されてないと思ってしまうのでしたね。自動的に思ってしまうのに、これを無理やり思考を変えようと 5% の潜在意識で頑張っても 95% の千君の力が反対側に引っ張るので非常に効率が悪いというお話もしました。陽子メソッドは言葉という最強ツールを使って先にこの自動思考を変えることをしていきます。そのため陽子メソッドを使う場合は思考が運命になるではなくその思考を言葉で変えてしまうので言葉、思考、運命の順で変わっていきます。つまり言葉が運命になるということです。あなたが望む通りの新しい世界へ。本書はここから本格的に言葉の力をご紹介していきます。言葉の威力を一度知ってしまったら、もうそれを使わずにはいられないくらい虜になります。こんなちょっとの力でこんなにも効果が得られるのって思うはず。私が実際に経験しているので 100% の確信を持って言えます。こんなに気軽に使えるのに言葉には人生の方向を、自分の行動を、そして自分の人格さえも変えてしまう力が本当にあるんです。この本では言葉の威力を裏付けるもの、あなたの望みにぴったりな言葉の作り方、そして実生活で確実に実践できる仕組み、潜在意識の書き換えを加速する方法など余すところなくお伝えします。潜在意識の仕組みを理解した上で使う言葉は壮大な人生ゲームにおいて手に入れた最強の武器のようなものです。またこの本では自分を積極的に愛さなくてもいい、ずっとワクワクしていなくてもいい、ネガティブでも願いは叶うというこれまでのスピリチュアルの常識や価値観の枠を大きくはみ出すようなことも語っていきます。とにかく楽に無理せずあなたの願いが叶っていってほしいのです。今度こそ人生を変えたいと思っている人、言葉にできない不安を抱えている人、自分に自信が持てなくて一歩前に進めない人、今この苦しい現実を変えたい人、今はまだ本当かな、そんなことがあるのかなと思っているかもしれません。でもこの本を読み進めていただくうちに言葉という最強ツールを使えばあらゆる願いを全自動で叶えていくことは簡単なんだということを深く理解することができるようになります。今まで超ハードモードで頑張ってきたあなたの人生、そろそろイージーモードに変えませんか？望み通りの人生へ
さあ、今ここから始めていきましょう。本動画では最初の仕組みの部分を少しだけご紹介しましたが、ここから言葉を使った本編に突入していきます。基本となるセン君の特性もまだまだたくさんあり、さらに具体的な言葉の作り方はもちろん、願望実現を加速する方法、思い込みを解く方法などがたっぷり展開されていきます。本書の第一印象は、とにかく読みやすく、わかりやすく、納得感があるということ。とかく難解になりがちな潜在意識を擬人化して理解しやすく、とっつきやすくしてくれており、そこにご自身や友人知人のお話、様々な事例を加えて内容把握の後押しをしてくれています。ラジオの DJ のような陽子さんの語りが流れに絶妙な緩急をつけていて、次へ次へとあっという間に最後まで読んでしまいます。どこか陽子さん自体のワクワク感、前向きな雰囲気が本書全体から伝わってきて、そこが何よりも説得力があるように感じます。陽子さんの YouTube チャンネルの方では、さらに広く深く、そして楽しめる情報がたくさんありました。概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧になってみてください。本書は、陽子さんのファンはもちろんですが、これまで潜在意識とか引き寄せといった本をいろいろと読まれてきた方にも、あ、こんな考え方やアプローチがあるんだという気づきになるように思いました。興味のある方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。